どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。緊急で動画撮ってるんですけども、iPhone 15がですね、なんと 5% 還元が急に来ました。今、この楽天リーベイツというところを経由しますと、5% 還元が得られます。しかも、これ Apple 公式サイトで買ってちゃんとポイントがつきます。これはね、なかなかないですよ、5%。なかなかこういったね、最新のモデルがなることないんですよ。で、一応この友達紹介ね、載せておきますけど、初回登録で500ポイントもらえます。楽天 ID 持ってたら一瞬でログインできますので、これはマジでお得です。もちろん Apple 直営でね、買えますんでね、サポートとかがやっぱりね、いいんですよね。実際じゃあどれぐらいくれるのかっていうところなんですけども、iPhone 15ですね、128GB のモデルだと、だいたい5600ポイントぐらい、戻ってきます。256GB のモデルだと、だいたい6300ポイントぐらいかね。プラスも 128GB で139,800円なので、6300ポイントぐらいですかね。256だと7000ポイントぐらい。これはかなりね、大きいですよ。今回、プロモデルは対象外になります。注意点も説明しますけども、で、ちなみに36回払いね、ペイディ。これ手数料無料でも使えます、もちろん。ちなみに iPhone 14とかですね、iPhone 14プラス13、iPhone 13 SE、こちらも対象になってます。5% 還元の。ただ、ペイディに関しては24回払いまでになっておりますので、だいたい4000円ぐらいかな、月。SE だったら3000円ぐらい。SE はあんまりおすすめしないが、なんでね、iPhone 15だと3000、だいたい500円ぐらい月で買えてしまいます。これはかなりいいですよね。やっぱ Apple 直営で買うのが一番安いです。ちなみに言うと。例えばなんですけど、こういったキャリアってキャリアの利益が乗っかってるので、最安の楽天モバイルでも13万1800円ですね。128GB のモデルが。確かドコモとかになるともっと14万とかにはなります。ただ変えとくプログラムみたいなのもあるので、どっちがお得なのかなっていうのは考えてほしいんですが、基本的にはね、でも返さないといけないんで、結局これ手元に全部残りますからね。なのでかなりこれはね、SIM フリーをやっぱ Apple Store で買うのが僕はおすすめなんですけど、一番安いので。で、このペイディ後払いっていうのがね、Apple が買収した日本の企業らしいんですけども、登録してスマホでね、全部できます。申し込んで、アプリ入れて申し込んで Apple 公式サイトで、このリーベイツ経由して買い物する以上になります。めちゃくちゃ簡単です。その他の以外の製品に関しては、1% 還元なので、ここだけ注意かなと思います。でも 1% つきますので、あと注意点とかは、最初の iPhone 以外のポイントバック対象は 1% になるので、例えば、iPhone 15 Pro ですね。Pro Max のモデルは対象外になります。ビジョン Pro は買えないけど、ディスプレイとかですね、一部あるので、こちら注意してください。あと、質問これね、面白いなと思って。分割払いを利用しなくても楽天ポイント還元されるのでしょうかっていうところで、もちろん、どんなお支払い方法を選択されても、ポイントバック対象になります。素晴らしい。分割払いの場合、ポイントバックも回数分にね、分割されるのかっていうところなんですけども、ポイントは一括でもらえると。ポイントなんですけど、これ楽天ですね。楽天ペイ使ってるので、そのまま、いわゆる現金と同じような形でコンビニとか、楽天ペイ使えるところだったらどこでも使えるので、そのままポイントを、現金としてね、なんかペイペイのポイントみたいな感じです。手数料はないですね、基本ね。36回。下取りに出す場合、その分もポイントバック対象になるの。下取り価格とかは関係ないですね。デバイスの本来の価格がポイントバック対象になるので、下取りで例えば割引されたとしてもつきます。購入した iPhone は楽天モバイルのみで使えるの？いやいや、そんなことはないです。Apple のサイトで、ただこの楽天リーベイスでサイトを通すだけなんで関係ないです。SIM フリーなんで、キャリアはどこをね、通信選択してもらっても大丈夫です。はい。もちろん SIM フリーです。Apple の。Apple 公式サイト、リーベイツ経由していってもらって、普通にいつも通り Apple ストアに飛ぶんですけど、買ってもらって、後日ね、還元されますので、ストアに進むって押してもらうと、これが一応対象外になります。Apple Care とかは対象外かな。なんでね。このままストアに進んでもらうと、飛びます。こんな感じで。で、iPhone、例えば15、ブルーにしようかな。128ギガでございますと。下取りは、利用するしないはどっちでもいいです。一旦しないにしといて、もし一括だったらこっち。で、後払いやりたいんやったらこっちやったら、通信キャリア後でいいかな。Apple Care はいらないっていう感じでいって追加して、あとはそのまま本当に行くだけですね。正直ね。本当に Apple のそのままって感じ。これはぜひね、活用した方がいいと思います。あんまり 5% 還元になることね、少ないです。そもそも。で、しかもこの最新のモデル。iPhone 15がじゃあそもそもいいのかっていうところに関しては、いいです。非常にいいです。簡単にミニレビューをします。で、この後、コメントとかも答えていこうかと思うんですけども、で、今 iPhone 15ですね、僕レビュー動画出してて、これが最初のやつかなと、もう一個、同じようなやつで出してるんですけど、
割と再生されてた気がする。16万回ぐらい言ってた。僕半年は大体使ったので、良かった点、いまいちな点。で、一言でこれ iPhone 15を言うと、軽くなったポップな iPhone 14 Pro です。はい。14 Pro は1個前のモデルですね。のプロモデル。ほんと一番良かった点は結局ね、軽い。本体重量が軽いっていうところですかね。軽いは正義です。プロに比べて、大体15 Pro と比べても 15g ぐらい軽いのかなと。なんで iPhone、13とか14の普通のモデルと重さ同じぐらいになります。あとカメラの2倍望遠っていうのがあるんですけど、詳しくはね動画見てほしいんですけど、0.5 倍1倍までしかなかったんですよ。この無印っていうモデルは。これ無印は後で説明するけど、2倍なんで1倍もうちょっと綺麗な画質のまま光学ズームっていうんですけど、ズームして撮れるようになりました。これね地味なんだけどすげえ便利です。これ寄れるっていうのは15 Pro とかは仕様が違って、近すぎると画質落とされるんですよね。マクロモードみたいなのが入ってるんで、いわゆるその焦点距離っていうのがちょっと長いんですよね。焦点距離が違うので15 Pro は意外と使いづらかったりします。ズームして、物理的に近づくんじゃなくてズームして撮るって感じ。15 Pro は意外とね、これね最初慣れるの変な感じでした僕は。なんで意外と15ね使いやすいです。普通に使う人にとっては。バッテリー持ちに関してはやっぱり結構いいなと思います。体感としてはプロよりはちょっと劣るぐらいですけど、そんなに変わんないです正直。スペック上はプロの方が長いんですけど、画面の差とかもあって意外とそんなに変わんないです。14 Pro っぽいところで言うと、画面がね明るくなって非常に見やすくなりました。これはね非常に使ってる時に感じると思いますね。画面が明るいだけでなんか綺麗に見えるんですよね。使いやすいのと、ダイナミックアイランドっていう上にいわゆるノッチっていう切り抜きが、14 Pro から新しくダイナミックアイランドなんか動くんですけど、グニュグニュってこれが入ったので、画面の仕様とかここら辺がかなり14 Pro に近くなりましたね。カメラの望遠とかも2倍ね、望遠というか光学ズームだな、綺麗にズームしても撮れる、高いじゃんになりました。はい。でいまいちだった点に関しては意外とねそんなになかったんだけど、常時表示がないんですよね。常時表示ディスプレイっていうんですけど、画面をずっと点灯させておくっていう、時間が見えたりとか通知がね見えたりするんですけども、この機能はないです。そこは14 Pro と違うかな、15 Pro とかと違うんですけども、あとなんでスタンバイモード、今、充電すると、充電して横に向けるとですね、時計みたいなの出てくるんですよ。それが常時表示じゃないんで、30秒ぐらいか20秒ぐらいしたら消えちゃうんですよね、画面が。なので意外とそこは別になかったらなかったらでそんな不便ってことでもないんですけども、そういうところはあるかなと思います。違い。USB-C になったのはすごい、いい点なんですけども、データの転送速度、充電の速度は変わんないんですけど、データの転送速度に関しては USB2.0 っていう規格なので、割と遅いです。なんで写真をUSB-C でSD カードで取り込んだりとか、そういったデータを入れたいっていう場合は向かないのかなと思います。プロモデルの方がやっぱそういうの早い。でもあんま普通の人はやんないと思います。あと60Hz の画面ですね。これただ個人的にはそんなに気になってはないんですけども、後ほど解説します。画面がすごいヌルヌル動いてるように感じるか、カクカク感じるかみたいなところがプロモデルと普通のモデルで違うんですけども、大体気になってるようなところがあると思うので、コメントに対してそれをね答える形でいきたいと思います。基本このレビュー動画のコメント16万回ぐらい言ってたと思うんで、それなりにコメント見るだけでも面白いっていうか勉強になる、参考になるっていうんですかね。そもこの無印っていうのは何かって言いますと、 iPhone みんなが言ってる無印って何って感じなんですけど、プロじゃない方、これ分かりやすいですよね。安いモデルの方で iPhone 今大きく分けるとこの説明した15、15プラスですねと15 Pro と Pro Max っていうのがあって、この安い方をいわゆるなんで無印っていうのか僕も分かんないんですけど言います。iPad とかも言うね。分かりません。なんでか分かんない。不得な言い方無印良品ではありません。あとはこの買い替えてどうだったみたいなところですかね。12 Pro から15無印、なんで iPhone 15かなに買い替えましたと。写真も動画もあんまり撮らないので無印で十分でしたっていうところですね。普通に使う分には正直ねそんなに変わんないんで、本当見た目の質感結構一番大きいかなと思うんですけど、やっぱり多いのは15 Pro とやっぱ迷うところだと思います。例えばこの方はメグさん3306、11、11 Pro から15 Pro か、無印、15ってことですね。買い替えようと思ってます。見た目的か。見た目的には15 Pro の方が好きなんですが、機能面でそんなに買わないかなっていう感じで、強いて言うならカメラなんだけども、11 Pro から変えると望遠がなくなる以外に変更点あるのかなっていう、メリットデメリットあればっていう感じなんですけど、例えばただやっぱその15にさっき言った方に、2倍の光学ズーム、ちょっと望遠みたいな感じなんですけど2倍になる機能が入ったので、正直僕は11 Pro と確かほぼ同じなんですよね、ズーム性能的に。なんでカメラね、15
15は2つで11プロは3つなんで、なんか3個ある方がいいように見えるんですけど、できることはそんな変わんないっていう。まあ15でもいいかなっていうところ。最終的にやっぱ見た目ででも決めた方がいいと思います。結局はね。最後は直感なんですけども、メリットか。まあもちろん15プロの方がもう少し3倍か。もう少し奥のズームはできるんですけど、そんなに変わんないですね、正直ね。なんで、まあこだわりがそこまでないなら、機能的にならまあ15でも僕はいいのかなと思いますが、まあ最終的にはやっぱデザインで決めてもらった方がいいと思います。直感で。15と15プラスの違い。11プロなんだけど、11プロから変える人多いのかな、ここら辺から。で、15プラスにしようか迷うっていうところなんですけど、無印とプラスは同じなのかなっていうところですが、15と15プラスに関しては、基本この3つかなと思います。違いは。基本全部同じです、中身は。で、まあもちろん画面サイズですね。プラスは、プロマックスと同じサイズになります。6.7 インチ。で、あとまあバッテリーの時間が、まあ本体が大きいんで、バッテリーの時間が伸びます。基本。本体が大きいとバッテリーがいっぱい積めるんで。で、あと重さ。まあ本体が大きいので、もちろん重さも重くなると。バッテリー時間に関しては、このビデオ再生、ストリーミングとか見るのがいいかなと思いますけど、ストリーミングはいわゆる、まあ、YouTube とか Netflix とかネットにつないで見る時間がだいたい4時間ぐらい違います。15 Pro がだいたいプラスと同じか、まあプラスの方が実質全然いいと思います。おそらくね。スペック上こうなってますけど、まあ、いろんなテストとか見た感じ。で、やっぱ重さがですね、30g 違うんで、まあ画面サイズの割には 200g なんで、プロマックスとかに比べると軽いとはいえ、そこら辺はありますね。重さ。その分でかいからどっちを取るかみたいなところはある。まあ15がまあ 171g なんで 30g 違うともう全然別物に感じると思います。プロから僕15、まあどっちも今持ってるんですけど、変えてもやっぱ15がすごい軽く感じるんで、ここはまあ実際持ってもらって決めた方がいいんじゃないかなと思います。はい。14 Pro にするか、あと迷うっていうコメントもいくつか、多くて、無印15と14 Pro でめちゃくちゃ悩むと。はい。まあわしは軽いから15派ですって書いてあるんですけど、まあ、14 Pro も僕、この1個前使ってたんで、重すぎてみたいなコメントはありますね。14 Pro が確か200ちょっとぐらいかな。プラスより重い。画面サイズちっちゃいけど、にはなるので、個人的にはまあ15かな。やっぱり。14 Pro の質感とかすごいいいんですけど、重いです。まあ、それだったら15 Pro 買った方がいいような、満足度、まあ長い目で見るといいんじゃないかなと思います。そんなに価格も今まだ多分2万、変わって3万ぐらいじゃないですか。2万、数万円しか変わらないと思うんで、ここは15がおすすめですけど、まあその高級感、まあ直感でこう、まあ最後決めた方がいいと思います。まあ15 Pro の方がいい気がする。でも、あとまあリフレッシュレートだけね、っていうのがありまして、そう、これはね、まあちょっと後で話すわ。で、サイズと重量感に関して、そう、206g ですね。ここにあったわ。20g 違うんで、プロモデル15 Pro と比べても、これはかなり重く感じますよ。てか、重い。14 Pro すごい重く感じました。久々に持ったら。好き。最後の一言、好き。好き。俺も好き。はい。最後ね、いろいろ話す時あるんで、このリフレッシュレートに関してなんですけども、リフレッシュレートが、60Hz だけがいただけないです。メインの15 Pro サブの安いミドルレンジ Android も 120Hz なので、目が悪そうストレスね。コメントありますが、まあいわゆる1秒間に60回書き換わってるのか、これが iPhone15、15 Pro、まあプロモデルは120回書き換わるんで 120Hz なんで、まあ見た目上はすごいこう滑らかに見えます。比べると。ただ、まあ基本 60Hz に慣れてる人だと、まあ iPhone 普通の12、13、14あたりだと、まあもちろん同じなんで、プロモデルから60にすると、まあ確かに気になる人は気になるんですけど、僕意外とね 120Hz で目は慣れてたはずなんですが、意外と気にならなかった。まあただもしかしたら Mac がね、まあ、普段 60Hz なんで、それもあるのかもしれないんですけども、まあでも実際一回見てもらった方がいいと思いますけどね。まあ Android とかだと今結構まあこの 120Hz っていうのが標準にはなってきてるので、60、120こんなもんか不運だけど、120から60。まあそう、まあ、慣れてる人にとっては気持ち悪くカクカクしてるように見えるんですよね。これ結構ね個人差あるんで全然気づかない人もいるんですよ。60を120にしてみたいな。実際なんかやってるテストがあってほとんどね気づいてませんでした。一般の方々は。なんでこういうのすごい好きじゃない限りは僕は60でも正直いいんじゃないかなと。マジで変わらんよっていう人もいるし無理っていう人もいるし、ここはねなかなか難しい個人差あると思います。はい、まあ僕は正直気にならなかったんでって感じかな。けどリフレッシュレート 60Hz なんだよねっていうまあねちらつき感がね13 Pro からの乗り換えでめちゃめちゃ同じように思ってます。そうプロモデルからだとそこは1個気をつけた方がいいかなと思います。そんな感じかね。クリアレン選手というかこれ広島のあれですねピッチャーですよね。ちょっと似てる。これは初めて言われた。そうあとね藤浪選手もねたまに言われる野球選手だと。であとは粗品ですね芸人の。しかも同い年で M1 優勝した時に M1 優勝おめでとうっていう LINE がめっちゃ来た。出てねえわ。粗品じゃねえから。ガジェット界の粗品ということで15とあとまあ15プロどっちっていうね、まあ、さっき同
同じようなことを話してますが、プロを真剣に検討するほど15でいいかもの無限ループになってますってね。いや、そうなんですよ。難しい。なんで、基本はね、最後も直感でいいと思いますよ、正直。最後もデザインのナチュラルチタニウムめっちゃいいやん、ボーン。まあ、15かわいい、ボーンでいいと思うんですよね、正直ね。最後、精神論みたいになりましたけど、結論はそこかなと思います。まあ自分が好きな方を選べと。スペック的なとこはいろいろ、まあ今話したと思うんで、まあここら辺の、なんていうのかな。まああと判断材料になる動画で iPhone 15を、まあ普通のモデル化こう変えるべきなのかどうかっていうところだったりとか、まあこの選び方に関してね、このモデル今買った方がいいんじゃないかみたいなところだったりとか、結論的には15なんだけど、まあそれ以外の選択肢もありますんで、今。で、あとは裏技設定ね。これは面白いです。かなり。結構おすすめで。あと、まあ、ケース類だと iPhone 15のかなりね、やっぱ伸びましたね。あと、まあ、バッテリー系。昨日アンカーの動画とか出したんですけど、で、今おすすめは一番これかな。動画の、まあ、ショートも小出しに出してるので、サクッと見たいよって方は、ショート見てもらえば、いくつか、これから全部できる限り上げていくんで、人気のやつは。っていう感じですね。まあ、さっき言った紹介したようなやつは、この Amazon フロントっていうところで、例えばこのケースとか保護フィルムですね。おすすめのやつとかまとめてます。で、セールになったらこういう風に赤色で表示されるので、これ非常にね、わかりやすい。基本的にこのリングがおすすめっちゃおすすめなんですけど、ケースとか保護フィルムとか紹介したやつですね、おすすめのやつを入れております。基本大体ね、ほぼ自分で使ったのが多いので、全部じゃないんですけど、ほぼ使ったことあるやつになってるんで、最近言うと持ち物更新したんで、まあ、よかったら見てくださいっていう感じで、あとこのモバイルバッテリーでおすすめ充電器系とかもここに入ってるんで、気になる方はどうぞというところです。で、セールになったらこうまとめていってるんで、まあ、どれ見ても正直面白いと思います。iPhone とか Apple Watch おすすめ、YouTube 機材、これちょっと更新しないとあれだな。で、これMac ファンに掲載されたんですけど、そこで紹介した商品載せております。Mac ファン読んでみてください。という感じでございました。このままね、少しでも良かったよと思ったらぜひ高評価とボタンじゃなくて、チャンネル登録お願いします。あとコミュニティ欄とかでもいろいろ発信してますので、ぜひ気になった方ですね、まあレビューとか、もうレビューちゃんとしたやつはまたあげます。はい。5% 還元なので気になってる方はぜひね、29日までですかね、概要欄貼っておきますので、お買い利用だと500ポイント。プラスでつくので、実質、まあ、6% 還元ぐらいになるんじゃないはい。やってみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあ、またね。良い週末を。これはね、ペイですげえ便利ですけどね。これやったことあるんだけど、めっちゃ早い。36回払い分割手数料0円をね、つえ。最新 iPhone3000 円ぐらいで買えちゃうのはつえ。素晴らしい。今ね、まあ2年ぐらい使うでしょ。だってね。3年使うでしょ、絶対。ありです。頑張ろう。ちゃんとレビューあげねえと。